どうも一生謎のものです。はい、ということで、今回は、僕の愛車 E46318CI 紹介したいと思います。この車はですね、前もちょっと紹介したんですけども、大学の OB の方から25万円で、激安で譲っていただいた車になります。そうですね、結構、僕は25万円で譲っていただいたんですけども、中古相場としても、特にセダンかな、だいぶ安くて、僕のような自利品大学生でも手が出せるし、皆さんですね、見てくださってる方でも、比較的手の出しやすい、要するに型落ちモデルですね。中古でも多分4、50万ありゃ買えるんじゃないでしょうか。で、そうですね、詳細なここのボディラインがみたいな、そういう紹介についてはですね、僕はもうようやらないんで、エンスージアな方にやっていただくとして、僕の車のですね、カスタムポイントだったり、ちょっとここが壊れたとかですね、自利品学生らしい紹介できたらなと思います。では行ってみましょう。はい、まずはこの色ですね。この色自体はですね、僕のもらう前のオーナー、2つ前のオーナーがですね、お店に出して塗られたということで、純正色としてはこの紺色で、さらにそこに、ルーフ A ピラーから C ピラーまでですね、黒に塗り分けて、結構いい感じにミラーもですね、黒に塗られてます。この黒の色はレクサスの黒みたいです。で、結構それで綺麗なんですけども、逆に塗られていないところですね。よいしょ。ここ、トランクですね。こちらは、黒く塗られてないんですけども、純正色のまま、もう20年経ってしまったので、クリアが剥げてきました。これはですね、別に、もらった時からというわけではなくてですね、もらった時は本当に綺麗な紺色の状態だったんですけども、2年ぐらい前ですかね、台風が来た時に気がついたら水ぶくれみたいになってて、気がついたらどんどんペリペリと剥がれていって、クリアが剥がれるってこういうことなんだなっていうのを、学びました。でそのまま、リアビュー見てみましょう。こんな感じになってます。この辺もですね、僕がカスタムしたポイントはなくて、ここの、ルーフスポイラー、トランクスポイラーとルーフスポイラーっていうのが、後付けで、2つ前のオーナーあたりから付けられてて、で、ここのレンズも、テールレンズも変わってます。これは1個前のオーナーですね。 OB の方が変えられたみたいで、今時風の LED のチューブがスモールでついて、ウインカーは LED っていうものになってます。であとはこの4本出しの、マフラー、これは、レムスっていう、割と、外車では有名なメーカーみたいなんですけども、このレムスのものが入ってます。じゃあ一回ちょっとこのレムスの排気音聞いてみましょうか。エンジンかけます。聞こえますかね。こんな感じで割と低音重視な感じのアイドリング音で、吹かしてもそんなにっていうか全然やかましくないです。もうちょっと高音が鳴るようなレーシーなやつではなくて、吹かしていってもそんなに、もうむしろこれよりちょっとおとなしくなるぐらいは言い過ぎですけど、一回騒音計で測ってみたんですけど、このアイドリングの時のこの低音の振動の方がやかましくてですね、ある程度までやったら上げていった方がデシベル的には下がるみたいな、非常にジェントルで優しい音です。はい、続いてサイドビューですね。見てもらったら分かるんですけど、若干車高が下がってます。これはですね、前のオーナーか前のオーナーのあたりが、変えられたみたいで、ビルシュタイン
の足回りが入ってます。で純正よりもちょっと車高が下がってるよっていう感じです。ちなみになんか、M スポーツやと、M じゃない無印のやつに比べて多少車高が下がるみたいなんですけども、この車自体は、M じゃない普通のただの 318CI だそうです。はい、おしゃれは足元からということで、タイヤホイール紹介します。このホイールはですね、自分で、購入4本2万円という中古で非常に激安価格で買ったものなんですけども、実は純正ではありません。安倍商会っていうところのが出している、マックっていうブランドメーカーのルフトっていうホイールみたいです。パッと見全然純正風なスタイリングなんですけども、一応社外の安いホイールということで、ここにですねヤフオクで買った、M スポ風っていうか M スポまんまですねのロゴのステッカーを貼ることによってより一層純正感を出してます。でタイヤは、今これここにちょっと、タイヤレターみたいなイエローレターをやってみたんですけども、ディレッツァ DZ102 っていうのを履いてて、タイヤサイズは20550の17になってます。純正サイズとはまたちょっと違うのかもしれないんですけども、最初ですね、自利品大学生ですので、激安メジャーサイズ21545の17っていうのが入ってたんですけども、ヤフオクでですね4本中古で12,000円っていうさらに激安なタイヤを落札しましたんで、それがたまたま2055017やったということです。一応納車した時もこの2055017っていうのが書かれててですね、納車した当初まだ全然僕も、ね、免許取って1年2年で初めての愛車でっていうことで何も思わなかったんですけども、21545から、20550に変えるとですねだいぶ警戒感が上がりました。これ僕スタッドレスも持っててスタッドレス22545の17なんですけど、それと比べてもやっぱもう20550って非常に警戒感があって、非力なこの318には、抜群のタイヤではないかなと思ってます。さらに注目はここ、ブレーキなんですけども、ここは、自利品お手軽激安カスタムとしてですね、318CI の、キャリパーはそのままに、325とか328上位グレードのですねちょっとローター系の大きいものを入れてます。入れる手法としては簡単で、この見えてる、20年走った車とは思えないツヤツヤシルバーのこのキャリパーブラケットですね。これ実は新品を買いました。325、328用のキャリパーブラケットを買えば、318用のキャリパーはそのままに、ローター系を280ミリぐらいかな、もともとの318っていうのは280ミリぐらいなんですけども、300ミリのローターにアップできます。リアも同じようなことができるんで、一応キャリパーブラケット自体は自分で買って持ってるんですけど、お金がなくて今のところですね、ローターは変えてないです。次寿命が来たら、変えようかなと思ってます。はい、続いてシートチェックしてみましょう。シート自体もね純正なんで、あんまり詳しくは言わないんですけども、セダンの場合は、318i、無印の場合は、いわゆる純正シートがついてるんですけども、318CI クーペの方はですね M スポーツじゃない無印のものでも、M スポーツシートが入ってます。その結果、ここの、サイドのサポート、太ももと、あとお腹の部分の、腰回りのサポートがしっかりしてて、結構街乗りから、ワインディングまで十分これでいけます。一応僕は、サーキットを年に1回友達と走ったりするんですけど、それ用に、フルバケットシートっていうのももう買って持ってるんですけど、いかんせん、激安フルバケットシートはですね長距離走るともうお尻がとにかく痛くて、もう耐えられなくてですね、旅路の途中にわざわざニトリでクッション買うぐらいですね、もうお尻が耐えられなかったので、普段、街乗りであったりもう普通にドライブ行く分にはもうこのシート
にして、走る時だけサーキット走る時だけ、フル分けに変えるようにしてます。で、クーペなのでここですね、肩に、レバーがついてます。これでよいしょっとで後部座席にも、簡単に入れるようになってます。はい、お次にトランクです。トランクの紹介します。この車ですね、やっぱりこう3シリーズというだけあってですね、そんじょそこらのコンパクトカーとは比べ物にならないほど荷物は入ります。そうですね、なんか分かりやすい例えって、僕ゴルフしないんで全然ゴルフバッグ何個分とか分からないんですけども、もうこれだけで十分、荷物が入ります。でさらに、ダメ押しでですね、ここに、トランクスルーがついてます。これをガッチャンコしてあげると、よいしょとこのように、向こう側まで出ます。もうこれでも何でも入りますね。2メートルの、鉄の角パイプを運んだこともあれば、パーツを全部ばらした、レーシングカートのフレームをここに積んだこともあります。で、ここに、寝袋も用意してるんですけど、ほんまに眠くなった時、車中泊したい時なんかは僕は、片側トランクスルーを、倒して寝袋をした上でもうここに足を突っ込んで寝れば非常に快適ですね。それぐらいの広さがあります。はい、次にじゃあインテリアですね。車の中に座ってですね、窓を閉め切った上で、お届けしていこうと思います。恥ずかしいんでね。じゃあ、まず、これは元のオーナーがされてたことなんですけども、ここのですねパネルが大理石調のものになってます。ものになってますっていうか、こういう部品が売ってるわけではなくてですね、ドイツ車というか、外車あるあるではあるんですけども、例えばここですね、ここのようにですね黒い樹脂っていうのが、経年劣化でベトベトになるということで、それの対策も兼ねて、大理石調のステッカーを貼られて、こういう風な感じにされたみたいです。ここだったりとかとここも、そうなってます。僕のこれは予測なんですけど、なんでわざわざこんな大理石調にしたかっていうのは、ここですね、ここの、ドアのところの布地の柄にちょっと合わせにいったのかなという、予測をしています。であとそうですね、自利品 BM ポイントとしては、いろんなところの内装が剥がれてます。ここもちょっとデロンデロンになってますし、この辺なんかは、本当はここ、A ピラーのついてるこのネジって隠れるようにここに蓋がされてるんですけど、それが折れたりだとか、ここテロテロになってたりだとか、もちろんのこと、天井の方は、剥がれかかってますということで、ホッチキスタッカーですね、打ち付けるタイプのホッチキスで、落ちてこないように、みすぼらしいですが一応、タッカーを打ってあります。この辺もですね、納車した時はこんなにひどくなくて、ちょっと隙間があるかなぐらいやったんで、別に25万円の割には車やなっていう感じだったんですけど、もうこれはもう20年ものの車なんでしゃあないんですけど、落ちてきたという感じです。で、C ピラーのところもですね、C ピラーの内装丸ごと、剥がれかかってます。であとはここですね、ハイマウントストップランプのカバーも、もう布がテロンテロンになってます。これなんでなったかっていうと、経年劣化もあるんですけど、ハイマウントストップランプですね、僕の車、多分4つか5つぐらいの LED が中に入ってるタイプなんですけども、一発死んでまして、これ一発でも死んでると車検に通らないんですよね。で、車検は通らないんだけども、この年式の車っていうのは別にハイマウントストラップランプっていうのが別になくても車検通るよっていうことで、一発切れてるには、切れてる車を通すには、わざわざ、ハイマウントストップランプを新品に変えなくても、
こいつを取り外せば、まあ別にハイマウントなくてもいい年式の車であれば通るよっていうことなんで、前回の車検の際にですね僕が、取り外して、わちゃわちゃしてるうちに、剥がれてくるというですね、まあ貧乏が貧乏を呼ぶというか、まあなんかそんな感じですね。あとは、カーナビ、これももう、このタイプっていうのもだいぶ、絶滅危惧種になってるんじゃないでしょうか。ワンディンプラスワンディンっていう分離タイプですね。モニター側と、本体側が別体になってるタイプのものを、入ってます。純正やったら、この位置に、CD とラジオの聴けるオーディオが入ってる形になりますね。でこれも、前のオーナーの方がもともと入れてらっしゃったんですが、この、モニターディスプレイですね、折りたたみ式の車の欠点なんですけども、折りたたみですね、中にこのディスプレイをしまい込んだりしてるうちに、ディスプレイの電源コード、なんかビロビロのケーブルがあるんですけども、それが断線しちゃって映らなくなるっていう、もう宿命ですね何回も開けたり閉じたりすると、そこが断線するっていう宿命があって、僕頑張ってですね、ジャンク同じ型のジャンクナビを買ってきて、ケーブルを移植しようっていう試みをしたんですけども、見事失敗し、で、結局、同じタイプの、これサイバーナビなんですけども、もともとついてたよりも新しいサイバーナビを買って取り付けるっていうことをしてます。これもねもう本当に中古でしか今ほとんどないと思うんで、次買える時っていうのはもうカーナビ諦めて、ワンディンのオーディオにするか、それか割と、海外とかで流行ってるアンドロイドナビですね入れるか、いろいろそこら辺はちょっと考えてます。であと、自利品カスタムポイント、その2ですかね、ブレーキに次ぐ自利品カスタムポイントとして、実はこのミラーこれ、後期型のものに変わってます。はい、そうです。マーサンガレージでおなじみの後期ミラーです。マーサンガレージのせいで、中古価格ヤフオク価格の相場が、4000円ぐらいやったんが急にみんな定価で1万円ぐらいで、売り出したミラーでございます。これ僕は、実は、マーサン事件の後に買ったものなんですけども、なんと4000円で買うことができました。4000円で買えた理由なんですけども、後期用って書いてなかったんですね。多分もうみんな後期用って知ってる人やったらちゃんと後期用って書いて、高値で取引するんやと思うんですけども、特にそういう記載もなく、325用か328用か忘れましたけども、そういう用のから取り外したミラーですっていうのを、一か八かで買ったところ見事後期型でして、赤外線式のキーから電波式のキーに変わりました。でさらにマーさんに負けない、ポイントじゃじゃーん、はい、ボケてますが、これですね、鍵を、F 世代っていうんですかね、F30 とか辺の世代の鍵に変えてます。と言ってもですね、もちろんこの、純正部品を買ってきて、使えるというわけではなくて、F 世代デザインのものが、海外で、結構出回ってて、僕は eBay で買って多分1400円とかで売ってる、要するに中華製のパチモンキーですねを買ってつけてます。もうこれで、電波式になってるんで、解錠施錠、そしてトランクも、赤外線式の場合はトランクっていうボタンはなかったんですけども、新たにトランクが増えて押せばちゃんとトランクが開くようになってます。で、ここはですねもう謎のボタンで押しても何も反応ないし、一回基板電池をですね交換する際に基板も見たんですけど、ここ別に何も入ってなかったんで何なんかよくわからないやつです。で鍵自体はこんな感じですね。シュッ、このボタンで、飛び出てくるジャックナイフ型とかいうやつですかね。というので、この鍵ですね、溝を掘ってもらうのにちょっとお金がかかります。2000円とか3000円やったかな。ほんまに場所によっては持ち込み禁止とか
そういうとこもある中で3000円っていうのはね、結構安い方っちゃ安い方なのかもしれないです。内溝キーっていうなんかちょっと特殊なキーみたいで、普通の合鍵を作るのに比べるとお金がかかっちゃうみたいです。であと、自利品カスタムポイントその3、ここです。チラチラ映ってたんですけど、はい、僕の、318CI、何度もお伝えしてますが、M スポーツじゃなくて無印のものなんですけども、一丁前に M と書かれた、シフトノブに変えてます。これもですね、例によって、パチモンです。これも1000円とかそれぐらいで、中国製のやつが eBay で転がってたんで買ってみました。でこれ買った理由っていうのはですね、別にそんなドレスアップを期待してっていうことではなくて、実はここの、長さですね、この長さが純正のものよりも、短くなってるんです。比較写真が写ればそれもお見せするんですけども、純正はもうちょっと長い、ティアドロップ形状っていうんですかね、長いもので、元々のですねシフトストロークっていうのが結構長めなんですね。国産のスポーツカーなんかに比べると随分と長いので、ちょっとサーキット走行なんかをするときに、ショートシフターですね、レバーごと変えるっていうのもありっちゃありやったんですけども、そこまでしなくてもいいかなってことで、とりあえず、ここのノブそのものの長さを短くすることで、激安ショートシフト化してます。でこれ、国産車と違ってですね、ここのシフトノブっていうのがネジじゃなくてただ単に刺さってるだけなんですね。で、20年間ずっと使い続けてきたシフトノブを外そうとすると相当な力がいるのと、逆に今度つけた時ですね意外と簡単にもう入ったわと思って早速シフトノブちょっとインプレッションしてみるかと思って、山走りに行ったらですね、簡単にスポーンと抜けてしまうという事件が発生したりしなかったりそんな感じのシフトノブです。もうこれつけて1年以上経ってるんですけど、そろそろ安定期に入っててですね、最近は全然すっぽ抜けることもないんで、快適なシフト操作ができます。であと、簡単な紹介ですね。メーターこんな感じになってます。ここですね、燃費計がついてます。この燃費計がですね意外と使い慣れてくると、便利でですね、デジタル式やとパッパッパッと瞬間燃費が出たりする車って今時よくあると思うんですけど、この2000年式の車にしてはまず燃費計ついてるっていうのが結構びっくりした、個人的にはびっくりした点で、割とですねもう慣れてきたら結構巡航ある一定速60キロとか80キロとか、高速やったら100キロとか、そんな一定速で走る時なんかはほんまにタコメータースピードメーターよりももうこれ見て走ってるぐらいの感じなんで、本当に燃費をですねある程度乗り慣れてくると気にしだしてくると、非常に便利な燃費計になってます。ステアリングはこんな感じの3本スポークのものになってます。これも前期後期で、ちょっとデザイン違うみたいですね。もうちょっと丸っこいのが後期型、特に M スポーツやったらここに M って書いてあったりしてたと思うんですけど、前期型の無印はこんな感じのステアリングです。はい、次に、エンジンルーム見てみましょう。トランクを開けトランクボンネット開けます。ここですね。よいしょ。ボンネットを開けるにはここ鼻毛が出てます。鼻毛を持ち上げてあげるとこんな感じで、はい、僕の 318CI、前期型初期型ですね。ざっくり言うと前期中期後期って分かれてるんですけども、この前期型は M43B19 という、エンジンが積まれてて、中期型以降から N42 とか N46 とかですねいう、N っていうまた新しいコードのエンジンに置き換わって、バルブトロニックやらなんやら、今時エンジンって感じの作りになって、カバーとかもプラスチックが上からここまであるような感じなんですけども、この M43 型エンジンっていうのはもう古風な
金属のですねヘッドカバーのついた、昔ながらのエンジンがついてます。SOHC の 1900cc ということで、全然パワーがないです。118馬力しかなくてですね、車重が1350ぐらいなんで、友達のフィット RS とかですねサーキットの直線で、じりじりと離されていくという非常に悲しいパワーの持ち主です。自利品カスタムその4、5なんですけども、プラグコードを NG 系のパワーケーブルに変えてます。でこの辺の漏れは、前回動画に出させてもらった、ラジエーターホースの交換でですね、紹介した通り、ちょっと漏れたりもします。でこの 318CI ですね、E46 型って、M3 とか330とか6気筒が乗るエンジンだけあってですね、4発エンジンだとこれだけ空間があるので、非常に整備はしやすいです。でせっかくのその余ったスペースを、エンジンどこに置くかっていうので、ちゃんとですねこの、フロントのストラットのここよりもできるだけ内側にという、意識がされた、エンジンになってます。で、このエンジンですね、エンジン自体はそんなに大したことのないあれなんですけども、一つ、嬉しいことがありまして、それは何かっていうと、古い設計なんですけど、その結果ですね、E46 の先代 E36 型の、エンジンと、同じものが使われているおかげでですね E36M3 の、クラッチとフライホイールが入るという、激安、お手軽強化クラッチができるよということでですね、実は僕もこの車、やっております。 eBay で、3万円ぐらいで、軽量フライホイール&クラッチキットっていうのがですね3万円ぐらいでありまして、クラッチアメリカっていうメーカーなんですけども、それを買ってきて、友達とてんやわんやしながら自分で頑張ってクラッチ交換フライホイール交換をしました。じゃあ、最後ですね、その、フライホイールの感触とかそういうのを見てもらいながら、走って、終わりにしましょうかね。はい、じゃあ最後ですね、簡単にですね、走行動画を撮ってみたいと思います。その前に、先ほどもお伝えした通りこの車軽量フライホイールと、一応強化クラッチ、純正 M3 用の純正相当馬力なんで、300馬力対応の、強化、318CI からしてみると強化クラッチっていうのを、装着してますんで、それの簡単なインプレッションというか、皆さんにどれぐらいのもんなんかっていうのをお伝えできたらなと思います。とりあえず、始動してみましょう。個人的にはこのセルの回り方が一番軽やかになった気がしてます。で本音を言うと、実際の吹き上がりとか、回転の落ち込みの仕方っていうのは慣れてくるとそんなに軽量やなっていう感じはしないんですけど、でも多分純正のデュアルマスフライホイールっていう外してみたら分かるんですけど結構重たいやつに比べれば確かに軽いんかなぐらいの感じです。じゃあエンジンかけます。じゃあちょっと軽くアクセル踏んだり離したりしてみます。この上がり方は割と軽くなったかなっていう気はします。ちなみに一応ビフォーアフター的な動画前に撮ったことあるんで、載せれたら載せてみますね。吹かすとこんな感じです。でもね空吹かしなんて何の意味もないんでとりあえず走ってみましょうか。で今回、新たにですね、映るでしょうか、これ、ちょっと紐出てんの見えます？本来、GoPro とかアクションカメラ用のものなんですけども、
映し勝手がいいということで、無理やりスマホをつけて、ヘッドマウントですね、頭にマウントしたいと思います。よいしょ。取れてるかどうかは、運次第にはなるんですけども、これでですね、今ちょっと日吉ダムっていうところで、今回撮影してみたんですけども、ちょっと軽く走ってどんな感じかですね、シングルマスフライホイールの感触っていうのをお伝えできればなと思います。ちょっとタコメーターが映ってるかどうかは一か八かなんですけども、とりあえず走ってみましょうか。行きましょう。